怪異が起こる、と、お聞きしましたが。はい、私が地主をしている長屋で、不思議な現象がいくつも起きて、住民が怖がってしまい、みんな出て行ってしまいました。どんな部屋？いい部屋だよ、そんなに古くない。へえ、よく借りれたね。日頃の新人のおかげかな。よく言うね。昨日もお勤めの最中寝てたのに。あははは。あ、こんにちは。この一番奥の部屋ね。鍵は、ここ。お邪魔します。魔物だけに。私は魔物じゃないって。え？そうなの？え？私って魔物？どっちでもいいから、上がって上がって。なかなか良くない？でしょ？そんなに古くない、どころか結構新しいよね。そうだよ、それなのに家賃もほとんどタダで使っていいって。何それ？訳ありなんじゃない？ここ。怖いわー。訳ありにしてもいいんじゃない？まさしく、週末だけの秘密の部屋だね。別に毎日来てもいいんだよ。それはさすがにバレるでしょ、聖に。まあ、ほどほどに。じゃあ、聖が休んだ後に抜け出してここに来て。適度に楽しんだ後また寺に戻る、なんてどうでしょう。いいね。せっかくだから、今も何かちょっと楽しめない？そうだな。お待たせしました。来たー。はい、今出ます。ちょっと待って。何？お金なら足りてるよ。この間とばで。いえ。開けたら姉さんが、聖がいるってことないよね？うわ、ありえる。いやいやありえないよ。聖がこの場所知ってるはずないもん。そんなこと言うけど、聖だってよく里に来てるでしょ。どこかで見られたのかも。そうだよ、前も好き放題やってたら。そこ、聖のよく通る道だったし。だからって今は出ないわけにいかないでしょ。じゃあ私隠れとこ。私、正体不明になっとこ。ずるい。すみません、いませんか？ご注文のうな重、松3つでーす。一人。で、来たよね？はい、そうですが。だよね、ご苦労様です。はい、毎度ありがとうございます。一人で全部食べちゃおっかな。許してよ、うなぎ一切れの半分。の半分あげるから。私はタレあげるから。いただきます。おいし。あの店、腕を上げた？そうかも、知らんけど。ああ。いっぱいやりたいな。さすがにダメでしょ。まあまあ、お楽しみは後で。ですよね。大きな鳴き声だね。あんなに大きな声で泣く子は、きっと元気に育ちますよ。元気に育って、寺に来てもらおう。あれ？ほら、見て、あそこ。なにこれ？真っ赤だ。誰が汚したの？村さじゃないの？私？覚えないよ。私あんなところ触ってないし。私も。私だってあんなところ触ってないよ。村さは、私たちより早くこの部屋出入りしてたんでしょ？私たちって、今日初めてここに来たんだよ。私なのかな？それか、ずっと前から汚れてたかだね。じゃあきっとそうだよ。後で綺麗に掃除しないといけませんね。そうだね。なんかすごく雨降ってきた？じゃあ止むまでゆっくりしていこう。そうだねー。ねえ、やっぱり、いっぱい、欲しくない？どうしよっか。じゃあ、3人で1本、これだけ。1本だけ。週末だけの秘密の部屋。ごめんください。隣に住んでるものなんですけど。はい、うるさかったですか？ごめんなさい。いえ、もしよければ、お醤油貸していただけませんか？うちお醤油ないんですけどね。はい、ではお味噌でもいいんですけど。味噌もありません。じゃ
塩でもお砂糖でもバルサミコ酢でもデミグラスソースでもニャクマムでも。だから、そういうものまだ何にもないんです。ごめんなさいね。ですから、勝手にあの部屋に入ってたなんてことはありません。絶対に。ちゃんと許可をもらってます。地主さんに。地主さんとはどなたのことですか？どちらにお住まいの？あの長屋の地主さんです。住んでいるところまでは知りませんけど、本当なんです。居酒屋で。いえいえ、人里で知り合いまして。たまにお経でも読みに来てくれたら、いつでもあの部屋を使ってくれていいって。鍵を隠してるところもきちんと教えてもらいました。そのお経を、どこに読みに行くのです？だからそれは、次に会った時に聞きますよ。わかりました。あの部屋に出入りしたことに関しては、あなた方に不義はない、と、わかりました。ですが、部屋でのあなた方の行いは、一体何だったのですか？それは、次の施しで用意するお料理の試食をしてたんです。なんでこんなことしなきゃいけないの？これも寺の仕事ですよ、大切な。いつも手伝わないから。うわぁ？こんな肉、寺にあったの？檀家からいただいたり、漁師から分けてもらったり。肉なんてご飯の時に出たことないよね。そりゃ出しませんよ、こういう炊き出し用のだから。そうなんだ、全然知らなかった。寺の仕事手伝わないからでしょ。手伝ったら、つまみ食いできるよ。手伝う。そういえば、いただき物のお菓子もありましたよね高そうな。あったねそんなのもあるの？これが終わったらもらっちゃいましょうか、これのお駄賃で。どんなお菓子？どこにあるの？ちょっとよろしいでしょうか？うわ、びっくりした。誰？ああ、この人だよ、ここの地主さんって。そうなんだ。はじめまして、いろいろお世話になってます。すみません、こういうことまでしてもらっちゃって。これも寺の仕事ですから。本当は、お寺の方に別のお願いがあったのですが。おばあさんの妹さんを探してほしい。ですか。はい、私の大場に当たる人です。50年前から疎遠になってしまって、今日まで一つも頼りがないのです。50年前。それってもうとっくにその大場さんというのは？はい。祖母が言うには、幼い頃から遊ぶのも学ぶのも、いつも一緒で、好きになった殿方も同じで、その方が祖母を選んでくれた時には嬉しいのやら申し訳ないのやら。でも、すぐお水でしょ？妹がどうなったのか心配で心配で。だからそれって、わかりました。なんとか探してみます。ありがとうございます。でもさ、50年前から今日まで全く音沙汰ないって。外の世界ならともかく、こっちでだよ。どう考えても。そうかもしれなくても、何にもわからないうちから、そういうこと言うわけにはいかないでしょ。まあそうですよね。一応調べないと。でも、探すとか調べるとか、どこを？そもそも私たちって、最近こっちに来たばかりだから、ここで昔何が起こったかなんて、全然わかんないね。全くです。では、わかる方に聞くか、そういう資料が残ってないか。から当たってみましょうか。なんかこれってあれみたいだね。探偵になったみたい。あ、ほんとだ。探偵って、人探しの時どうするの？チラシやポスター作ったり、聞き込みをするとか？地味だな。どうせなら大事件を解決したいよね。起きませんって、そんなの。外の世界だと、役所や役場で親族がどこにいるかなんて記録を見れそうだけどね。本人連れて行けば。ここ、役所なんかあった？どうだっけ？まあ詳しい人がコメントするんじゃない？いえ、外の世界でまだ役所のない時代は、寺がその役割をしていたのですよ。寺なんてうちだけだよ。事情はわかりました。しかし、寺で預かっている人別町や過去町はうちの信者や檀家など、一部の住民だけですよ。その、地主、だとおっしゃる方の家が載っているものがあるかどうかはわかりません。それでもいいのならば用意しますが。見つかりそうですか？微妙。うちの墓調べた方が早くない？あの地主さんの大場さん世代の方の記録なんてほとんどないですね。うちの寺って意外と若い人間の信者が多いみたい。いいんじゃない？
若い人の多い方がこの寺はしばらく商売安泰だよ。寺は商売ではありませんよ。はい。うちにないのなら、もっと古くからあるところ。特に、子供が集まるところに頼るのもいいかもしれませんね。古くからあるって神社？あそこは当てになりそうにないですね。だよね、あそこはこんなこと興味ないよ。ああ。聖、それとなんて言ってた？子供の集まるところ？テーマパーク？ありません。なんで子供の集まるところなんだろう？どの年にどの家の子供が来たのか。なんて記録が残ってるのでしょうか。それってどんなところ？学校だ。ここで学校といえば？また寺か、今度は何の用だ？今度って？寺の、白蓮の用事だろ？いえ、聖の用事ではありませんよ。別件か？聖の用事って何？幸いにも、というのははばかられるが、あの大水の時、この辺りはあまり被害を受けなかった。だから古い記録も無事に残っている。少しなら持ち出しても構わないんだが、最近は、人探しを寺に頼むものが多いのか？いえ、特に多かったりはしませんよ。ふーん。ここもたくさんあるな。でも、あの地主さんの大叔母さんが子供の頃のだけを探せばいいんだし、まだ楽じゃない？そうだね。いろいろなことがあったのですが、それらはこの調査とは何の関係もないので、ダイジェストで済ませるとしまして、私たちがたどり着いたのは、こちらです。もともとこの墓所は里にあったのですが、大水で結構な被害を受けた後はここに移転したみたいです。はい、お察しの通り大叔母さんはすでにお亡くなりになっています。あの大水で、というわけではなくて、この10年ほどで夫婦相次いでみたいですね。そうなのですね。いろいろとありがとうございます。大叔母さんにはお子さんもお孫さんもいらっしゃいますので、機会があれば会いに行ってみてはどうでしょうか。そうですね、会ってみたいです。あ、お墓をきれいに掃除しないといけませんね。そうですか。ではお手伝いします。いえ、私一人でやっていきます。これ以上皆さんにお手数かけるわけにも。ああ、はい。じゃあ私たちはこれで、あとは若い者同士でどうぞ。暗くなる前に、里に戻りませんか。何も見えなくなってしまいます。あの3人と同じ寺のものです。お初にお目にかかります。見たことがあります。あらそうでしたか。どちらで？お寺でです。あの長屋でも。
本物の地主さんについてきていたのですね。はい。あ、今のついてきたというのは、取り付いていたという意味ではありませんよ。怪異が起こる、と、お聞きしましたが。はい、私が地主をしている長屋で。地主ですか。お若いのに。ご立派ですね。いえ、祖母の持っていた土地や建物など全てを私たち孫が相続することになりまして。私もとある土地を譲り受け、そこに長屋を建てました。祖母ですか？祖母も祖父もこの10年ほどで相次いで。はい、それで。長屋ではどのような怪異が起こるのでしょうか？いないはずの子供の泣き声が聞こえるとか、部屋のあちこちに手形が現れるとか、晴れているはずなのに、大雨の降ってる音が聞こえるとか、そういうことが起こり、住人が怖がってすぐ出て行ってしまうのです。今はもう誰も住んでいません。長屋を建てるまでは何十年と空き地のままだったのですが、今思えば、何か曰くのある土地だから、祖母は手をつけなかったのかもしれません。この長屋すべての部屋で奇妙なことが起こるのですね。はい、いろいろなことが起こると聞いて、私自身もこの長屋で過ごしてみたことはあるのですが、確かにちょっと、変な感じはありました。眠っているとそばに誰かが座っている気配がして、目を開けると、若い女性がじーっと私の顔を見ていたような。でも、特に怖くはなかったのです。あ、こんにちは。今お寺の方たちが、奥の部屋に入っていったのですが。はい？うちの者がですか？はい、お寺にいた方たちです。間違いないですよ。あんなところに鍵が隠してあるなんて知りませんでした。どうしてあの方たちが知っているのでしょうか？変ですね。ちょっと、訳を聞いてきましょうか。いえ、しばらく泳がせておきましょう。はぁ？あの空き地か。今は長屋が建ってる？誰が建てた？前の地主の孫？あそこは何十年とずーっと空き地のまんまだったな。もともとは、農地や山林をいくつも持ってる土地持ちの家の屋敷だった。姉妹？いたぞ。裕福な連中は家庭教師を雇って、家の中だけで子供を学ばせるのが多いんだが、その姉妹は本人らの希望もあってか、ここに来ていたな。遊び相手が欲しかったんだろう。二人だけ周りと全く違う綺麗な着物姿でな。よく覚えてるよ。姉が先に嫁に出た。いや、違うか。向こうもらって子供もできた。妹は、どこかに嫁いだのかな？しかし話を聞くところ家を継いだのは妹の方か。姉の子がそろそろ生まれそうだって時に大水が来て、里中が大惨事だ。どれほどの惨事か？わかるほどに里から人が減った。当然子供も、それほどだ。川や水路が整った現在では想像もできないだろうが、ちょっと派手に降ると水に浸かってしまう場所がここにはたくさんあったんだよ。そんな歴史を知らない者が最近は増えてきた。教え子も、その親も、そういうものなんだろうか。その屋敷も住めなくなるほどの被害を受けて別の場所に移った。姉妹がどうなったか？正直なところその辺から私はよく知らないんだ。大水の後の混乱でその屋敷にも色々あったとは想像できる。でも実際どうだったかは私のところには伝わってない。孫が長屋を建てたというのなら、それなりにうまいことやってるんだろう。私も全部覚えてるわけじゃない。うちに残ってる記録でよければ好きなだけ見てってくれ。少しなら持って帰ってもいい。大叔母？祖母に妹ですか？姉がいたとは聞きましたが、妹がいたなんて誰からも聞いていません。そのお姉さんは子供を産んだすぐ後に亡くなった。と、祖母からも祖父からも両親からも聞きました。はい、祖母の姉。私の大叔母さんにあたる人になりますよね。その大叔母さんが産んだ子供ですか？あれ？それって誰なのでしょう？ちょっと父と母に尋ねてきます。お坊様、私を退治しに来たのですか？そんなつもりはありません。なぜですか？たくさん嘘をつきましたし、長屋でもいろんなことが起こって、みんな逃げていってしまいます。あなたが起こしていたの？なぜあんなことが起きるのか、私にはわかりません。ただ、私の家だったところに、知らない人にいてほしくない気持ちはあります。そう思いながら、あの場所で何十年と過ごしていたのですか？いえ、気づけばあの場所に私はいましたが、自分が誰なのか、ここがどこなのかずっとわかりませんでした。そばを通りがかる人がいても、子供たちが遊んでいたりしても、
特に何も思いませんでした。しかしある日、あの子がやってきたのです。地主さん。お孫さんですね。はい、一目見てわかりました。この子は、私とつながりがある子だと。そして思い出しました。私たちはあのお水の時に、ここで、私の家で、命尽きたのだと。私たち、ですか？はい、私とこの子です。そして会いたくなったんです、妹に。でもどこにいるのかわからなくて、お寺で見かけたあの方たちにお願いしました。あの三人もただものではないのです。地主などと嘘を言わなくても、生きている人間のふりをしなくても、探してくれたと思いますよ。はい、変な人たちだとは思ってました。騙したのも、申し訳なく思っています。でも私はまたあの家でみんなと暮らしたかった。残酷なことかもしれませんが、時は流れていきます。世は移ろいでいきます。誰にも止められません。誰にも元通りに戻せません。はい、それもわかっております。私はいいのです。優しい人ともたくさん出会いました。美味しいものもたくさん食べました。十分に幸せに長く生きてきました。ですが、この子はどうですか？この世の何も見ないままです。何も学ぶことも遊ぶこともできず、美味しいものも食べられず。それを思うと、ずーっと気になっていますが、あなたが持っている、それ、一体何なのでしょう？は？何をおっしゃるのですか？私の子ですよ。いえそんなわけないと思うのですけどねお坊様、あんまりです。この子は生まれてくることもなく、あのお水で私と共に。ですから。それはありえません。なぜですか？あなたのお子さん、生きていますからね。はぁ？今もお元気で、お子さんも何人もいらっしゃいます。あなたのお孫さんになりますね。長屋に来た娘も、お孫さんですよ。はぁ？確かにあなたも、あなたの家も、あなた方家族も、大水でただならない被害を受けましたが、避難した先で無事に子は生まれたと聞きました。あなたが節目を迎えたのは、その後です。ではこの子は、何なのでしょう？何なのでしょう？子が生まれてこなかった。というあなたが持っていた無念さ、悲しさ、苦しみが育ててしまった存在そのもの、ではないでしょうか。よくわかりません。しかしそれはあなたの思い違いです。あなたの子は無事に生まれ、立派に成長し、その子もまた子を授かり、立派に成長し、長屋を建てるほどになりました。長屋の会はおそらくこの者が起こしていたのでしょう。しかし、思い違いが晴れた今、この者が存在する理由はありません。ただ消えていくだけです。京子、お願いします。はい、こちらを向いて。しゃがんで、目をつぶって、耳を塞いで、口を開けてください。何ですか？何なのですか？言われた通りに。はい。いやー、大変でしたけど、きちんと見つかってよかったよね。いろいろ楽しかったよ。私たちって、意外とこういうこと向いてると思わない？だよねもっと本格的にやってみようよ。いいですね。私たちで探偵局を立ち上げましょう。妙蓮寺探偵局を。ここを拠点にしようか。里の中の方がいいよね。そうですね。ここだと、姉さんの目も届きにくいから色々と自由に。さて皆さん。世のため、人のため、公序良俗、安寧秩序を守るべくお役に立とうとするその姿勢を私は大変喜ばしく感じます。
しかしながら、この部屋は地主さんのご好意に甘えて使わせてもらってる身です。もしも、この部屋を借りたいという方が現れた時は、即譲らなければいけませんよ。あ、やっぱりそうしなきゃダメですか。わかりました。では、遅くならないうちに寺に戻ってくださいね。はーい。まだいる？いや、もういないよ。本当？どこか隠れてるとか。いえ、いませんね。じゃあ、楽しめるうちに楽しもうか。今夜も落ちてゆく。今夜も落ちてゆく。まったく、困ったものですね。私はこの世に残っていて構わないのでしょうか。あの世に行かなければいけないのでは。あの世も、極楽も、地獄も、所詮は誰かが用意した場です。私たちが目指すは、日々の修行を重ね、仏となること。そういう場の遥か先です。はぁ、ということで、あなたさえ良ければ、寺に来ませんか。私をはじめ、本当にどうしようもないものしかおりませんが、決して悪くはないところです。今、入団なさった方には寺特製の手帳とステッカー、さらにこの、のりを。お気持ちはありがたいですが、今更ここを離れる気にはなりません。私にはこの場所しかないのです。私の全く、知らない人ばかりが住んでいるとしても。そうですか。またいつでも、あなたの子や孫たちを見に行ってあげてください。その時は誰かを驚かせることのないようお願いします。はい。この地には、あの方のようなものがまだまだたくさんおられるのでしょうね。私たちに何ができるのでしょうか。明日、何か甘いものでも食べに行きましょうか。皆には内緒で、